はい。じゃあ、前回の動画で、圧力弧を計算するために、密度の値を、計算したんですけども、じゃあ今度はその値を使って、圧力の計算をしていきます。で、圧力の項はどうなってるかというと、で、これ毎回言ってるんですけど、非常に参考にさせてもらってる記事なので、この2つの記事は概要欄に貼ってありますので、見てみてください。で、圧力の式はですね、まず圧力の計算をするんですけども、計算した密度からなんか基本密度っていうのを引いて係数をかけると、圧力になると。で、これを、ベクトルにするのかな、多分。で、それで、さっきのナビエストークス方程式の、ややこしいのが出てくると。こんな感じなんですけども。これですね。で、ここの係数っていうのが、これ。自分と、それ以外の粒子との、の圧力を使って、計算していくんですけども、ここの部分が結構いろいろやり方があるみたいで、ちょっと自分はもうちょっと違う式を使ってるんですけども、ここに対称化とか書いてあるんですけども、要するにその自分自身と、相手の粒子のとの間に、作用反作用の法則が成り立たないといけないので、両方の圧力を使って平均を取りましょうみたいなことを、してるんだと思います。詳しいことはよくわかりません。ごめんなさい。で、その上で、この方はこんな感じでやられてるみたいなんですけど、自分もうちょっと違うやり方をしています。やってることは基本的には一緒です。はい。ということで、これを実装しましょうという感じです。はい。で、じゃあ早速やっていくんですけど、まずは particle.ts で、まず圧力の計算をしていきますと。プライベートのプレッシャーズバッファーで、ここにフロート型でプレッシャーズバッファーを、定義してあげて、はい。こんな感じか。で、カリキュレートでプレッシャー .ts を、作りまして、エクスポートファンクション、コンピュートプレッシャーパス、で、引数には、前回の動画で、計算したデンシティバッファー、で計算したものを入れるためのプレッシャーバッファー、プレッシャーズバッファーで、あとはですね、基本密度、レストデンシティ、これ後で設定しますと。レストデンシティと、あとはプレッシャースティフネス、これも、後で設定していきます。はい。で、レストデンシティとプレッシャースティフネスを、sph-config.ts に書いていきますと。はい。
で、書いていくんですけど、レスト。で、これ、一応今回僕、1.0 と、レストデンシティ。プレッシャースティフネスを、なるほど。ですね。このぐらいの数字で、スティフネスでやってるんですけど、ちょっと実際の水をみたいな話になってくると、ちょっと単位の関係もあるんですけど、もうちょっと違う値なのかなっていう気はしてます。いろいろ見ていると。ただこれが非常に安定して動いたんで、この数字にしてるってことなんで、物理学的な根拠みたいなものは全然ないというか、動いたからこれにしてるっていう、そういう感じです。はい。なのでその辺ご注意ください。この辺最後に調整してみてください。はい。で、この2つを決めたんで、先に係数をちょっと計算しておくんですけど、こいつ、πh の6乗分の45。こいつちょっと先に計算しておきます。で、ゲッタースパイキカーネル、リターンの45の、そうですね。はい。とりあえず SPH コンフィグは、ひとまずこれでよしとします。はい。じゃあ、プレッシャー計算していきます。リターン、ファンクション。コンスト、i 番目の、i 番目のプレッシャーイコール、プレッシャーズバッファードットエレメントのインスタンスインデックスと、こいつに入れてきますよと。計算した密度、density i は densities buffer の、エレメントのインスタンスインデックスで、コンストロー0イコールマックスのdensity i の、フロートこれは万が一デンシティが0だった時にちょっとめんどくさいことになるんで、この限りなく0に、最低でも限りなく0に近い値になるようにしてるっていうような感じ。0にならないようにしてるってことですね。コンストでプレッシャーっていうのはフロートプレッシャースティフネス系スティフネスよいしょ。ドットマルティプルのローゼロドットサブ引
き算します。レストデンシティと。はい。で、これで、あとは、プレッシャーの I、プレッシャーの I、ドットセットじゃない。ドットアサイン、プレッシャー、あれプレ、アホだった。はい。まあこれで、圧力の計算ができたんで、ですね、コンピュートインテグレート、コンピュートデンシティの次、プライベート、Async コンピュートプレッシャー、ドン、コンピュートプレッシャーパスの、デンシティ、はい。で、インテグレートの前で、こう。まあ、とりあえずエラーはどうでしょう。エラーは出てなさそう。はい。じゃあ今度は、プレッシャーフォースをやっていきます。さっきのめんどくさそうな式ですね。はい。プレッシャーフォース。はい。で、エクスポートファンクションコンピュートプレッシャーフォースパス。はい。で、引数にポジションズバッファー、デンシティーズバッファー、プレッシャーズバッファー、パーティクルカウント、プレッシャー、プレッシャーズバッファーの前に、プレッシャーズバッファーの後に、プレッシャーフォースイズバッファー。で、あとマス、密度じゃないや、質量と、あと H、影響範囲。で、スパイキーでいいかな。はい、こんな感じ。で、そうですね、プレッシャーフォースイズバッファーを作ってあげなきゃいけないですね。はい。はい。で、ベクター3型ですよと。はい。じゃあ計算していきましょう。で、リターンファンクション。OK。で、コンスト、プレッシャーフォース I は、プレッシャーフォースイズバッファーのインスタンスインデックスと。まあ、I 番目のプレッシャーフォースですよと。で、今度は I 番目のプレッシャー。I 番目のプレッシャーと、あとは I 番目のポジション。ちょっとカーソルうざいな。いつもは助かってるんですけど。で、I 番目のデンシティは、で、これもちょっとマックスの、そうですね。ちょっとゼロですと困っちゃいますんで、こうしてますと。で、コンスト、プレッシャーフォース I の初期値を入れておきますと、ベクター3の000の、変数。はい。で、これで、自分以外の、粒子と、
を見ながら計算していくんで、u イントループカウントをまず設定すると。で、ループしていきますよと。j が、レスザン、パーティクルカウントだけループさせますと。で、これは関数が来て、まずは、h と r の距離、コンスト、ちょっと待って。全然嘘でした。はい。まあ、これはループはこれでよくって、まず、そう。J が自分自身じゃないときに処理を行いますと。相手の粒子が自分自身じゃない。つまり J が、ループした時の J がインスタンスインデックスと一致してないときに、処理をしますよと。で、コンストポジション、J 番目の粒子のポジションっていうのは、ドン、ポジションバッファーのエレメントの、ドットエレメントの J。はい。で、まずディレクション。ポジション J をから、ポズ、ドットサブ、ポズの I。はい、そうですね。で、ちょっと変数化しといて、コンスト R、長さ、ディレクションのレングス、はい。で、もし R が、レスザン H、つまり、影響距離より離れてたら、もうその時点で計算しません。H より、H 以内だったら計算します。で、コンスト t イコールフロート。h からドットサブ r。はい。h マイナス r ですね。で、そうね。一応この h マイナス r が0より大きいときに計算します。一応、ここでね、やってるんで、なるんですけど、そういうふうに。はい。で、デンシティ J。J 番目のデンシティは、デンシティズバッファーのドットエレメントの J。で、コンスト、アンダーバーディレクション。ちょっとこれ変数名は不適切かもしれないが、ディレクションベクトルを、長さで割って、はい。コンスト、フロート、スパイキー、ちょっとこれ一気に走っちゃってますけども、ちゃんとおさらいします。t ドット、はい。はい。コンストロー J っていうのは、これも0にならないようにして、
ちょっと一回ここまでで一回見てみると、これは今、グラッド W は、スパイキー、これですね。に、t の事乗、h-r の事乗に、このアンダーバーディレクションっていうのは、これですね。このディレクションをレングスで割ったもの。なので、これを計算してたのがこいつですね。はい。という感じ。で、続きやっていくと、J 番目のプレッシャーは、で、コンスト、ターム、プレッシャー、I、プレッシャー I ドット、ディバイドの、デンシティ I の事乗デンシティ I の事乗だよね。ドットアド、プレス J、ドットディバイドの、ロー J の事乗。はい。一旦こうで、そしてコンスト fi イコールフロートのマスドットマルティプルマスドットタームこうかな。こうだよね。で、初期値を入れてたこいつにどんどん足し合わせていくと。そして、この辺かJ ドアドアサイン1で、これがこうですね。はい、ちょっと一気に書いたんですけど、これはこれをやっていたんですけど、この計算をやってたんですけど、ちょっとこの部分がちょっとこの資料とは違うというような感じですね。はい。それを計算して、圧力の力、プレッシャーフォースを、今これ計算しているような感じです。で、じゃあこいつを実行しまして、マス H スパイキーカーネルこうか。でここで
とりあえずエラーは出てなさそう。じゃあこれを今計算したものをインテグレートに足してみましょう。足してみましょう。足してちょっと動かしてみましょう。で、ここにプレッシャーフォースバッファー、コンピュートインテグレートに計算したプレッシャーフォースイズバッファーを入れると。で、こいつを使っていきますと。で、コンストプレッシャーフォースはプレッシャーフォースイズバッファーのインスタンスインデックスと。で、これ質量で割ってあげないとダメかなので、ダメなんで、コンストインブマスフロート 1.0 ということはこれマスがいるよと。マスでマスインブマスドットディバイド、マスなんですけど、一応ねマス0.4 を今設定してるんで大丈夫なんですけど、一応0万が一0が来た時のためにこれをやってます。はい、そんな感じでアクセラレーションのところで、プレッシャーフォースドットマルチプルインブマスドットアドこれでどうかしら。なんか動く。はい。で、今、ちょっと動かなくてですね、動かないというか、圧力の影響が全くかかってなくて、ちょっと原因を、一生懸命、すいません、調べてました。で、ちょっとミスがありまして、ここ、プレッシャーフォースの計算で、プレッシャーフォース I、こいつに、アド、アサインしてあげないといけないですね。はい。そうすると、これがなんかちょっと、こんな感じで動くと。はい。これで圧力の影響が出たんですけど、ちょっと増やしてみましょうかね、パーティクル。1万。はい、こんな感じ。で、ここに、次の動画で粘性を入れていくような感じになります。はい。